こんにちは。日本語できるの花です。今日はいつもと少し気分を変えて、このポッドキャストスタイルでお届けします。皆さんとのんびりお話ししたいなと思っています。どうでしょうか？気に入ってもらえたら嬉しいです。ゆっくりとお話ししますので、リラックスして聞いてくださいね。この動画には日本語字幕の他に皆さんの国の言葉の字幕もあります。わからない言葉があっても大丈夫です。字幕をチェックしながら聞いてみてください。画面をずっと見る必要はありませんので、寝る前や通勤・通学の時にラジオのように聞き流してもらえたらいいかなと思います。温かい飲み物を用意して最後まで楽しんでくださいね。あ、途中で寝てしまっても大丈夫ですよ。さて、ポッドキャスト最初のテーマは雨、そして日本の梅雨についてです。最初のテーマにしてはあまり日本らしくないなと思いましたか？でも実は日本はとても雨が多い国なんです。年間でだいたい100日から120日くらい雨や雪が降ります。計算すると3日に1回は雨が降るということになりますね。また、一度に降る雨の量が多いのも特徴です。皆さんの国ではどうでしょうか？雨の日が多いよとか、雨はあまり降らないけど、曇りの日が多いな、など、コメント欄で一緒にお話しできると楽しいですね。ポッドキャストなので、こうして私は一方的にお話ししていますけど、できれば皆さんと一緒に会話をしたいなと思っています。なので、コメント欄は気軽にたくさん使ってみてください。しっかり読んでいますよ。さて、日本の6月から7月は本当に雨が多いです。この時期のことを梅雨と言います。ちょうど今、日本は梅雨に入っている地域が多くて、湿度がとても高いです。毎日ジメジメしていて、空気が重く感じられます。皆さんは雨が好きですか？実は私は雨女なんです。大切なイベントや楽しみにしていた旅行の時に、なぜかよく雨が降る人のことを日本では雨女とか雨男と言います。私は本当に雨女なので、昔はよくがっかりしていました。でも、あまりにもよく降るので、だんだん雨に慣れてしまって、自然に雨が好きになりました。日本は雨が多い国ですから、街にはとてもかわいい傘や、おしゃれなレインコート、長靴がたくさん売られています。お気に入りの雨具を身につけて、
雨の中を歩くのも、梅雨の季節のちょっとした楽しみです。でもですね、そんな雨好きな私ですが、犬を飼い始めてから少し雨が苦手になってしまいました。犬を飼っている方はわかると思うのですが、犬って毎日の散歩が必要ですよね。我が家でも1日2回散歩に行くのですが、雨の日は外に行けません。代わりに家の中で遊ぶことになります。これが結構大変で体力を使うんです。犬も外に行けなくてストレスが溜まってしまうんですね。それを見るようになってからは、ああ、雨の日は嫌だな。早く晴れないかな。と思うことが多くなりました。外に出られないと、犬だけじゃなくて、私たち人間も少しストレスがたまりますよね。例えば、梅雨の時期に一番困るのが洗濯物です。雨の日は外に干せませんから、どうしても部屋の中に干すことになります。そうすると、洗濯物がなかなか乾かなくて、生乾きの嫌な匂いがしてしまうことがあります。せっかく洗ったのに、また生乾きの匂いがする、と悲しい気持ちになるのは、日本の梅雨のあるあるです。また、雨の日に電車やバスに乗るときも少し気を使います。濡れた傘を持ったまま乗り物に乗ると、周りの人の服を濡らしてしまうかもしれません。なので、乗る前にできるだけ水滴を落としたり、傘を入れる袋を使ったりして、マナーに気をつけます。特に気をつけたいのが傘の持ち方です。時々傘の持ち手を肩にかけて、傘を水平に横向きに持って歩いている人を見かけます。あれは本当に危ないんですよね。後ろを歩いている小さな子供の顔や目に傘の先が当たってしまう危険があります。傘は水平に持たず、まっすぐ下に持って歩くのが大切なマナーです。あとは、濡れた傘を開くときに、周りを見ないで勢いよくパサッと開く人もいますよね。周りの人に水滴が飛んでしまうので、少し注意してほしいな、と思ってしまいます。でも、みんなが少しずつ周りに気を使えたら、雨の日のお出かけももっと気持ちよくなるかな、と思います。おっと、ちょっと愚痴っぽくなってしまいましたね。せっかくリラックスして聞いてもらっていますから。ジメジメした湿っぽい話はこれくらいにして楽しい話に変えましょう。皆さんは雨が降り始める時の外の匂いが変わる瞬間を知っていますか？アスファルトが濡れる匂い、私はとても好きです。部屋の中からガラス窓を流れる雨の雫を眺めたり、雨の音を
静かに聞いたりするのも心が落ち着きます。雨の音といえば、日本語にはいろいろな表現方法、オノマトペがあります。日本人がどんな風に雨の音を感じているか少し紹介しますね。皆さんが知っている言葉があるか聞いてみてください。まず、雨の降り始めやとても小さい雨の時、ポツポツやパラパラと言います。あ、雨がポツポツ降ってきたから傘をさそうというふうに使います。それから静かに優しく長く降る雨のこと。これをしとしとと表現します。今日は朝から雨がしとしと降っているねと言います。このしとしとという響きはとても日本らしくて美しいなと思います。激しくない落ち着いた雨の音です。逆に強く激しく降る大雨はザーザーです。外はザーザー降り出したから今は出かけない方がいいよなんて使います。バケツをひっくり返したような大雨の時はどしゃどしゃと言ったりもします。日本語には雨を表す言葉が本当にたくさんあります。日本人が昔から雨をとても身近なものとして大切にしてきたことがわかりますよね。皆さんの国では雨の音をどんな言葉で表現しますか？よかったらコメント欄で教えてください。これ見たことがありますか？これはてるてる坊主といって晴れを願うための人形です。ティッシュペーパーや白い布で簡単に作ることができます。これを家の軒下や窓の近くに吊るして、明日天気になーれとお願いをします。中国にあるサオチンミャンという伝統的な文化と同じような感じですね。子供の頃、遠足や運動会の前の日にてるてる坊主を作ったことがある日本人はとても多いです。そしてお願いを聞いてくれたら、つまり次の日に無事に晴れたら、この白い顔にかわいい目や口を描いてあげるのがルールです。ちょっとかわいいおまじないですよね。逆に雨を降らせてほしいときはどうすると思いますか？実はこのてるてる坊主の頭を下にして逆さまに吊るすんです。私は学生の頃、学校のマラソン大会が本当に嫌いでした。だから大会の前日の夜にこの逆さてるてる坊主を部屋にたくさん作って吊るしました。明日大雨になってマラソン大会が中止になりますようにと全力でお祈りしたんです。でも私の願いは届かず、一度も雨を降らせてくれたことはありませんでした。今ではいい思い出です。さて、ここまで雨について
いろいろお話ししてきましたが、この梅雨の時期に降る雨には、もう一つ美しい別名があります。漢字で5月の雨と書いて、さみだれと読みます。梅雨は実際には6月頃ですが、これは旧暦の5月、つまり昔のカレンダーの5月に降る雨という意味から来ています。漢字の読み方が少し難しいですが、とても響きがきれいですよね。そしてこのさみだれという言葉は、実は現代の日本のビジネスシーンでもよく使われている言葉なんです。例えば、仕事のメールで相手に資料を送るとき、一度に全部送ることができずに、何回にも分けて送ってしまうことがありますよね。そんな時に、さみだれ式に何度も申し訳ありませんというフレーズを使います。雨がしとしと途切れずに何度も降る様子と同じように、一度に終わらず何度も何度も続いてしまってすみませんという意味になります。これが使えるととても日本語が上手に聞こえますので、上級を目指す皆さんはぜひ覚えてみてくださいね。今回は初めてのポッドキャストスタイルで雨と梅雨についてお話ししてみました。いかがでしたでしょうか？今日の話すスピードはどうでしたか？もっと簡単な日本語の方がいいですか？皆さんの感想をコメント欄で教えてもらえるととっても嬉しいです。それから皆さんの雨の日の過ごし方もぜひ聞いてみたいです。外に出られない雨の日は少し気分が沈んでしまうこともありますが、家の中で温かいお茶を飲みながら、こうして日本語を聞く時間にするのも素敵な過ごし方だと思います。さて、外を見たら今はちょうど雨が止んでいますね。私は晴れているうちに急いで犬の散歩に出かけようと思います。それでは皆さんが心地よい雨の日を過ごせますように。楽しんでいただけたらぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。よかったらまた私のポッドキャストを聞きに来てくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。